皆さん、こんにちは。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。私はさくらです。どうぞよろしくお願いします。今日のテーマは私の週末です。先週の土曜日について話したいと思います。皆さんの週末はいつもどうですか？仕事や学校がない日は特別ですよね。では、始めましょう。先週の土曜日はとてもいい天気でした。朝、私は8時頃に起きました。平日はいつも6時に起きますから、土曜日はゆっくり寝ることができました。とても気持ちが良かったです。窓を開けたら、外は晴れていました。青い空でした。今日はいい一日になりそうだと、私は思いました。まず、朝ごはんを食べました。私の朝ごはんはいつもシンプルです。パンを2枚焼いて、バターを塗りました。そして、熱いコーヒーを1杯飲みました。コーヒーのいい匂いが、部屋の中に広がりました。朝ごはんを食べながら、今日は何をしようかな、と考えました。天気がいいから、どこかへ出かけたくなりました。うちの近くに、新しいカフェができました。先月オープンしました。友達から、あのカフェはとてもおしゃれで、ケーキが美味しいよ、と聞きました。だから、そのカフェに行ってみることにしました。私はシャワーを浴びて、服を着替えました。青いシャツと白いスカートを履きました。そして小さなカバンを持って家を出ました。カフェは駅から歩いて5分ぐらいのところにあります。私は音楽を聴きながらゆっくり歩きました。道には花がたくさん咲いていてとても綺麗でした。カフェに着きました。カフェの外は白い壁で大きなガラスのドアがありました。中に入るととても静かでした。木のテーブルと椅子がたくさん並んでいて雰囲気が良かったです。私は窓の近くの席に座りました。メニューを見ました。コーヒーや紅茶、ジュースなど飲み物がたくさんありました。そしてケーキもいろいろな種類がありました。チョコレートケーキ、チーズケーキ、いちごのショートケーキ、どれも美味しそうでしたから、とても迷いました。私はいちごのショートケーキと紅茶を注文しました。しばらく待っていると、店員さんがケーキと紅茶を持ってきてくれました。お待たせいたしました。ありがとうございます。いちごのショートケーキは本当に可愛かったです。赤いいちごが白いクリームの上に乗っていました。スプーンで一口食べました。クリームは甘すぎなくて、スポンジはふわふわでとても美味しかったです。紅茶もいい香りで、ケーキとよく合いました。私は本を読みながら、ゆっくり時間を過ごしました。カフェでリラックスするのは、私の好きなことです。その時です。誰かが私の名前を呼びました。さくらさん、顔を上げたら、そこに山田さんがいました。山田さんは、私の日本語クラスの友達です。ああ、山田さん、こんにちは。偶然ですね。本当に偶然ですね。ここへはよく来るんですか？いいえ、今日が初めてです。山田さんは。私は時々来ますよ。ここのコーヒーが好きですから。山田さんも席に座って、私たちは一緒に話をしました。学校のことや、最近見た映画のことなど、いろいろなことを話しました。一人の時間もいいですが、友達と話すのは、もっと楽しいです。1時間ぐらい話してから、私たちはカフェを出ました。さくらさん、この後、時間がありますか？と山田さんが聞きました。はい、特に予定はありませんよ。じゃあ、一緒にスーパーへ行きませんか？私、今夜カレーを作りたいんです。いいですね。行きましょう。
私たち二人は駅前の大きなスーパーへ行きました。スーパーの中は週末なので人がたくさんいて、とても賑やかでした。私たちはカレーの材料を買いました。じゃがいも、人参、玉ねぎ、それから鶏肉を買いました。私も晩ご飯のことが心配だったので、野菜や卵、牛乳などを買いました。買い物は楽しいですが、何を買うか考えるのは少し大変ですね。スーパーの前で山田さんと別れました。今日はありがとうございました。楽しかったです。こちらこそ、また学校で会いましょう。はい、また来週。私は家へ帰りました。家に着いたのは午後4時頃でした。少し休んでから晩ご飯の準備を始めました。私は今日買った野菜を使って野菜炒めを作りました。そしてお味噌汁も作りました。料理をすることはあまり上手ではありませんが、嫌いじゃありません。晩ご飯を食べた後はソファでゆっくりしました。テレビでドラマを見たり、家族と電話で話したりしました。楽しい一日だったので、少し疲れました。夜11時頃、眠くなりました。ベッドに入って、すぐに寝てしまいました。はい、これが私の先週の土曜日でした。朝はゆっくり起きて、新しいカフェに行って、偶然友達に会って、一緒に買い物をしました。特別なことは何もありませんでしたが、とても充実した楽しい一日でした。皆さんは週末に何をしましたか？もしよかったらコメントで教えてくださいね。今日のポッドキャストはここまでです。聞いてくれてありがとうございました。練習のために何回も聞いてみてください。では、また次のポッドキャストで会いましょう。さようなら。